皆様こんにちは。先日マレーシアで行われる中国製コロナウイルスワクチン第3相臨床試験のボランティアに応募したという動画を上げさせていただきました。その後私が応募したクアラルンプールのアンパン病院というところから正式にボランティアに選ばれたっていう連絡をいただきました。連絡をいただいてからすぐ日程調整ミーティングが行われて、その日程に従ってビジット0という事前検査に行ってきました。最初にお断りしておきますが、この治験に使われるワクチンはよく話題に上がる中国シノバック社のワクチンではありません。この治験に使われるものは中国医学科学院医学生物学研究所というところが開発したワクチンです。使われるワクチンの種類としては、不活化されたウイルスを体内に注射するというもので、今までの一般的なワクチンで使われてきた方法をとっています。治験でのワクチン接種はボランティアの半数が本物のワクチン、残りの半数が偽物のワクチンを打たれます。どちらが打たれたかっていうのは、打つ方も打たれる方も両方ともわかりません。ダブルでわからないっていうことで二重盲検と言われるわけですね。マレーシアでは活動制限令という一種のロックダウンを行ってコロナウイルスに対応しているんですけれども、だんだん機能しなくなってきています。このためマレーシア政府は次の手として何とかしてでも大規模なワクチン接種を一日も早く行おうとしています。さて、接種前の事前検査ビジット0 Day-3 はクアラルンプールのチェラスにある BP ラボというクリニックで行われました。検査のアポイントメントが朝8時だったので7時少し前に家を出ました。マレーシアは一年中サマータイムなんですね。ですので日の出はだいたい7時ぐらいになってます。ということでこのように外はまだ暗い状態です。今映っている地区は左側がマウントキアラ、右側がデサスリ・ハルタマスと呼ばれているところで、たくさんの日本人が住んでいる地域にあたります。さて、チェラスにある BP ラボというのはこんな感じの商業地域の中にあって、パンタイ病院という大きな病院のすぐ近くにあります。営業は8時から始まりますが、それより前に人が集まってきています。外国人労働者や何らかの理由でコロナウイルスのスワップテストを受けなければならない人たちが行列を作ってるんですね。マレーシアでは訪れた先で入り口に置かれたバーコードをマイスジャトラというアプリでスキャンするか、自分の名前と連絡先を入り口に置いてあるノートに記帳しなければなりません。このビジット0 Day-3 で行う事前検査の内容っていうのはあらかじめこのように知らされています。順番が来ると中に呼ばれて、最初にこの日に行われる検査のインフォームドコンセントにサインをします。その後血液検査が行われて、その血液は HIV の検査に使われます。血液検査の後、スワップテストというものを行うんですが、これはコロナウイルスに感染しているかを PCR 検査というもので行うために取るものなんですね。検査はこんな感じに、まず鼻の奥に細い綿棒を入れて組織を採取します。その後で喉の奥の組織も採取します。この血液検査とスワップテストを行った後に、結果を待たずに家に帰ってビジット0 Day-3 は終了となります。この事前検査の結果は翌日の夜伝えられて、両方とも陰性でした。めでたくビジット1に進むことが決定しました。このビジット0 Day-3 に参加して思ったのですが、ここに来ている人たちっていうのは治験ボランティアだけじゃなくて、何らかの理由があってコロナウイルスの感染を調べに来た人たちっていうのが大勢なんですよ。さらにね、コロナウイルスのスワップテストっていうのはたくさんの人が行列をなして受けるものなんですね。私の前の人はスワップテストの直後にその場で何度もくしゃみをしたんですよ。だからそういった意味で気をつけないと、ここで感染しちゃうリスクもあるんじゃないかなと思いました。現在マレーシアはダルラ、国家非常事態体制が敷かれています。国家非常事態体制ではコロナウイルス対策についての法律を国会を通さずに変更することができます。例えばですね、活動制限令違反をした場合に法律には1000リンギットの罰金と書かれています。それをもっと高額にしたいっていう話が今出てるんですが、そういう場合には国家非常事態体制においては国会を通さずに法改正を行うことができちゃうんです。国家非常事態体制については首相本人の政権維持のためだとかいう専門家もいるんですが、そんな単純な話ではありません。こんな時期に国会を開催すればまとまる話もまとまらなくなるっていうことは、過去の国会中継録画を見れば誰でもすぐにわかることだと思います。
マレーシアは非常時の独裁が憲法で許されているんですね。それで今の首相がどこまでコロナウイルス対策を牽引していけるのかっていうところが注目されています。次回の通院は Visit 1 Day 0でいよいよ治験用ワクチンの接種を行います。よろしければチャンネル登録をしてお待ちください。それではご視聴ありがとうございました。Stay home。またお会いしましょう。